こんにちは、辰丸です。今日は新しい攻略動画を持ってきました。今回は戦争学園の主な育成項目である T11 の開発時期について攻略解説していきたいと思います。そして戦争学園の大幅アップデートにより環境がどのように変化するのか、または変わらないか、順に解説します。今回の動画ははじめに T11 開発のメリット・デメリット、おすすめ開発手順の順で説明していきます。それではまずはじめに戦争学園について簡単に説明します。登場時期はサーバー開始から220日前後です。主な目的として T11 の開発や兵士のバフ向上のための施設になります。戦闘時の基礎戦力である兵士そのものを強化できる重要コンテンツとなっていますね。そしてこの動画の対象プレイヤーは T11 開発途中の方です。目安として無課金から中課金程度が対象です。どれぐらいなのかわからないと思うので、参考にする課金レベルの目安も掲載していきますね。無課金者はそのままですね。無料で遊ぶプレイヤーです。美課金は毎月マンスリー、ウィークリー。パックの購入、季節イベのアイコン購入の課金度合いとします。中課金はマンスリー、ウィークリーを定期購入。また、費用対効果の高いパックはだいたい購入するといった目安です。最後に重課金ですが、サーバー屈指の戦力で通常パック以外はだいたい購入といった課金レベルとします。それでは具体的に T11 開発コストを見ていきましょう。戦争学園のレベルを FC5 以上にする必要があり、施設のアップグレードで2270個の歌唱が必要となります。そして1兵種あたり歌唱微粒子であれば13412個必要となってきますね。これは10324個分の歌唱に相当します。また鋼材も必要で 3.947M 個必要です。一気に開発するとなれば多くの加速も必要だと分かりますね。これだけの開発難易度なので多くのメリットがあります。 T10 と T11 で1兵種あたりの戦力を比較した時約 1.22 倍の総力が向上します。ここでは詳しい戦力比較はしませんが、他項目で埋めるとなると相応の強化が必要とだけお伝えしておきます。主なメリットの2つ目は集結参加者が戦力として提供できる数少ない重要項目の一つだということです。個人攻撃と集結攻撃で比較した時に全員が揃えた場合になりますが、より大差になってくるのが分かりますね。ここから動画の趣旨に触れていきますが、全てのプレイヤーが T11 を目指していいわけではありません。ただ解放しただけでは多くのデメリットがあります。1、訓練時の資源消費量の増大。2、治療時の資源消費量の増大。3、治療時間の増大。4、全種解放でない場合参加しづらくなる。といったデメリットも理解しておかないといけません。それでは具体的に見ていきましょう。こちらは訓練時の資源消費量をまとめたものです。前提として烈日縦兵訓練は未開発で、資源消費量は兵士1000人あたりとします。すべての資源は約 2.5 倍も消費します。
SVS などで数十万単位で育成となると、ものすごい消費量になると覚えておきましょう。また、治療時の資源消費量も同様で、こちらも 2.5 倍の消費量がかかりますね。最大6時間の太陽乗船や双流の覇者での資源消費も考慮しておきましょう。3つ目は治療時間の増大です。初期治療時間で1000人あたり50分治療時間が増大していますね。オートクリッカーが禁止となっているため、同盟のアクティブ状況によっては、この差が厳しくなる場合もあります。4つ目のデメリットは、全種開放でない場合参加しづらい点にあります。ここで例を挙げてみましょう。現在は太陽上争奪戦で、とても拮抗した激戦の最中と仮定します。エースの集結戦力を最大化するために比率と兵士ランクの指定がありました。A さんは頑張って盾だけ T11 にしましたが、盾だけ参加した場合は比率が崩れ、マイナス効果の方が大きくなってしまいます。結果指定なしの集結に参加することに、このような場面がアンケートで多くあると分かりました。せっかく同盟メンバーのためにアップグレードしたのに、残念ですよね。ここまでで全てのプレイヤーが一律に T11 の開放をすれば良いわけでないと理解できたと思います。それではデメリット軽減にはどれほどの追加資源が必要か見ていきましょう。こちらが1から10段階開放までの資源消費量です。具体的な量はご覧の通りですね。効果は 50% の軽減となります。烈日盾兵治療の開発資源も同様でしたね。効果も同様で 50% 消費資源が減少しました。最後に烈日盾兵救急の開放資源量を見ていきましょう。開放資源はご覧の通りで、こちらは 15% の治療時間を短縮できましたね。ちょっと待ってよと、トータルの消費量は追加で1兵種作れるほど大量の資源が必要なことが分かりましたね。無課金美課金におすすめできないことは分かっていただけたと思いますが、これらの資源問題はサブアカウントの有効活用である程度軽減できますが、デメリットその4の全種開放するための仮称鉱材、これらは課金するしか大量に手に入りません。前提条件を集結参加者として一軍参加とした時に一定期間内で開発しないといけない理由を説明しますね。ここで例を挙げます。 A さんは無課金ながら FC8 開放後も T11 全種アップグレードに注力し開放できたとします。しかし多くのプレイヤーは FC8 の開放が完了しており、結局一軍に参加できませんでした。なぜなら兵士性能比較をした時に FC8T10 の方が強いからですね。この問題は FC10 開放時にも同様です。これらのことから無課金美課金プレイヤーでは間に合わない、つまりオーバーペースということになります。ようやく本題です。課金レベルに合わせた開発案を紹介しますね。無課金プレイヤーは T11 と FC8 同時開発を推奨します。精錬化章は毎日1回だけ交換をしましょう。精錬化章は交換数によっては大損してしまう資源です。無課金プレイヤーは絶対に FC8 を急いではいけません。歌唱微粒子は余剰分を少しずつ交換し、研究バフ使用時に開発するといいでしょう。注意点があり、鉱材での交換は絶対にしてはいけません。無課金の鉱材獲得方法は
本当に限られているので気をつけましょう。理課金プレイヤーも基本的に同様の開発手順を推奨します。もし戦争学園の開発を少しでも早くしたい場合は、仮想微粒子ウィークリーや仮想深度探検パック購入を検討してみてもいいでしょう。基本的に先行サーバーほどパックの資源が増加傾向にありますが、サーバー開始時期によっても変わるので注意は必要です。最後に中課金プレイヤーです。 T11 をやや優先して開発しましょう。精錬化証の毎日交換の分を残しておいて大量交換する選択肢も悪くありません。ただいくつかの注意点はあります。 T11 を一気に時短する場合は研究バフの使用を忘れないようにしましょう。また開発を急ぐことで逆に鋼材不足が考えられます。鋼材課金だけは避けた方が良いかもしれませんね。最後に戦争学園のアップデートについて予測を交えながら解説しますね。戦争学園の情報修正により委託機能が追加されましたね。こちらはウィークリーミッションのクリアで仮想微粒子や鋼材を多く獲得できるようになりましたね。獲得数はご覧の通りで、ミッションを欠かさずやっていれば年間で約 T11 開発に必要な資源の半数を獲得でき、終わりの見えない無課金プレイヤーにとっては最高の情報修正ですが、育成方針が変わるとまでは言えないでしょう。次は理課金中課金プレイヤーです。 T11 理開発のプレイヤーには仮想深度探検を購入を強く推奨します。ご覧の通りパック購入時の獲得個数を表しており、 FC8 未登場のサーバーでも年間で1兵種開放分の資源が獲得できると分かりますね。 FC8 登場後に定期購入を始めると費用対効果はさらにいいですね。理課金中課金にとっては T11 開発の大きな助力となり、 T11 の優先も悪くはありませんね。どうして今になって情報があったのかを辰丸が簡単に考察しますね。ここからは予想なのをご理解ください。予想その1、無課金と課金者の開発進捗度に露呈より大差がついたと予想します。2つ目はさらなるレベルの追加ということで、俺たち開発もう終わってるしと思ってる重課金プレイヤーにも仮想微粒子鋼材を大量に消費する T12 などの登場により有益になるかもしれませんね。まとめに入ります。自身の課金レベル目標に合わせて開発をしましょう。 T11 のメリットデメリットを理解しましょう。最後に T11 戦争学園未開発プレイヤーにとって仮想深度探検パックの費用対効果はとても高いです。継続課金をおすすめします。今回の動画は以上になります。自分に適した強化法を選択しライバルに差をつけよう。この動画では T11 の早期開発を進めることに全員を当てはめてはいけないことやメリット、主にデメリットを中心に紹介しました。 T11 のより具体的な性能比較や T11 のタイプ別開発手順などメンバーシップを中心に紹介予定です。皆様の加入をお待ちしております。辰丸の動画を見てくれてありがとう。この動画がいいと思ったらグッドボタン、コメント、チャンネル登録よろしくね。またね。